こんにちは。中野紗友子と言います。1953年生まれ。もうあと2ヶ月ちょっとすると、来年の1月17日が誕生日ですから、そしたら69歳になります。ついこの間までやんちゃしておてんばして、野山を駆けずり回ってた、あんなちっちゃなおバカタレが、こんなにおばあちゃんになってしまいました。68年前に生まれて、娘時代があり、結婚して嫁になり、子供が結婚して姑になりました。今こうして私が撮ったビデオを見ていて、なんと死んだ母親そっくりの顔なんだろうと思うと、喜びたいような、悲しみたいような、なんとも複雑な気持ちになります。さて、もうすぐ69になる私がこうして YouTube しようと思ったきっかけは、自分の中で何か残せるものはないかなと思ったんです。さっき言ったみたいに、嫁になった時代もあれば姑になった時代もあります。例えば嫁の時に姑を鬱陶しく思ったり、姑になって嫁を鬱陶しく思ったり、そんなことが何にもなかったって言えば嘘になりますよね。でも本当は何にも鬱陶しくなる必要がなかったのに、なんでそうなったんだろうと思ったんです。だって考えてみてください。息子が彼女を連れてきた。あ、何々ちゃんこんにちはって。で向こうだっておばさんこんにちはって、仲良かったじゃないですか。それが不思議なもので、結婚して嫁姑なった瞬間に、なんか周りからの影響も多分あると思うんだけど、お互いに無意識に敵意を抱くようになるんじゃないんですかね。それって絶対おかしいと思うんですよ。だからいろんな、例えばそういうこともあれば、姑さんになって一人ぼっちになって、私も今一人ですけども、一人ぼっちになって寂しい時、お嫁さんだってそうですよね。ご主人が遅くまで帰ってこない、子供はわー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 泣いてる、誰も面倒見てくれない、悲しい。娘さんもそう、一人ぼっちでこの年まで来たとか、まだ私こんな若いのになんでこんなに寂しいんだろうかって思うでしょ。だって人間だもん、寂しいに決まってるじゃないですかって笑って言えるような問題じゃないですよね。そういうのを少しずつ皆さんに話をして、どうしても我慢できない、寂しいって思う人は私の電話番号を連絡しますから。例えば LINE でも、電話無料でしょ。その時は電話してください。私は暇だから皆さんたちとずっとお付き合いできると思います。でもこういうお話だけじゃなくて、お料理とかそういうことにも手を染めていこうというふうに考えていますので、もしお気に入っていただけたらお付き合いください。今日はまずちょっと嫁姑の話をしましょうか。姑さん、私と同じ年代か上か下かわからないけど、全部ひっくるめて姑さん、結婚した頃のことを思い出してもらえますか。仲良かったよね、旦那とね。それから悪くなった方もいらっしゃるかもしれないし、今でも平々凡々の人もいるかもしれないし、ああ旦那鬱陶しいって思う人もいるかもしれないけど、でも姑になっていた人がいて、敵対意識していたけど、いつの間にかその人たちがどんどん弱くなって、旦那は何かというとこっちの味方をしてくれるようになって、ばあさん黙っとけって言うようになってくれて、それ当たり前だと思ってきたでしょ。だって頑張ってんだもん、嫁として頑張ってきたもん。
ね、姑に文句言われても泣いてでもじっと我慢してきたよね。時にやり返したこともあるよね。もう自分の天下だよね。誰にも恥ずかしくないよね。ところがさ、息子は結婚しました。この頃は大体の息子さんがお嫁さんの実家の方に近くに家を構えます。お嫁さんの実家の方にちょこちょこ息子は孫を連れて行きます。こっちに来るのは半年に一遍、1年に一遍、1ヶ月に一遍になったらすごいよね。寂しいですよね。お母さんはあんだけ子供の時に結婚する時はママとするとかお母さんと結婚するって言ったら息子が手のひら返したみたいに向こう行っちゃったわけでしょ。許せないよね。誰が悪い？あの女が悪いって思っちゃうでしょ、お母さん。あの子さえいなかったらこんなことなかったってお嫁さんに組むでしょ。お母さん、思い出してごらん。あなたの姑さん、あなたがお嫁さんだった時の姑さん、同じ思いしてきたのよ。あの子がいなかったら、あの嫁さえいなかったら、姑さんってそう思ってきたのよ。因果応報でね、今はあなたがその立場に立ったの。わかる？あの子の姑さん辛かったろうね。寂しかったろうね。なんだかんだ言っても自分の力はどんどん弱くなって、嫁の力は強くなって、なんかすごい嫁にも気を使うようになって。でもあの子のあなたは元気で若かったから平気だったよね。姑さんのことを腹の中でバーマーとかさ、ざまあみろとか思ったよね。でも今あなたはその姑さんと同じ立場に立っただけのことですよ。お嫁さん、今ご主人はあなたの味方してくれるよね。なんだかんだ言ったってね。時々さ、おかんの作ったカレーの方がうまいなとかっていう、そういう本当にデリカシーのないバカな息子が大いにいるけどさ、でも自分家の近くに旦那さん構えてくれて幸せでしょね。今はよ、見ててごらん。今から30年40年先、あなたは姑さんの立場に立つのよ。あんだけマザコンだった息子はよそのお嫁さんのとこ行くのよ。多分すごい多いパーセンテージでみんなそうなっちゃうの。今ね、世の中の姑さんってね、息子なんか産まなきゃよかった、もう取られちゃってって言って、それでもまあもういいわ、もうたまに来てくれたらいいわとかって思うんだけどね。でもそれが何十年か先のあなたの姿だと思ってごらん。ないわ、私は絶対そんなことないわ。ない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 。100% あるんだから。だからどうしたらいいと思う？娘さんはまだいいよね。自分のそばにいてくれるかどうにかしてくれるわけだから。じゃあ息子結婚させない？そういうわけいかないでしょ。息子は息子の人生で、息子は勝手に好きな人作って親が反対したってとんざこえちゃうよね。だからずっとね、今のお母さんの姿を見とくの。
あれが何十年か先の私なのね、私はああなるのね、ああなった時に私は息子にとっていい母親でいるためにはどうしたらいいだろうって考えなきゃいけないの。今ね、子離れなんてできないから。母親ってさ、バカだよね。90になっても100になっても多分子離れできないと思うよ。だから一番仲良くいく方法ってどうするかっていうと、女同士が仲良くなるのさ。まずお姑さん、息子の笑顔見たいでしょ。おかんって笑顔見たいでしょ。たまにしか来てくれない息子であっても、その時はね、まず何があってもお嫁さんの味方をすること。喧嘩をしても何してもお嫁さんの味方をすること。それはあなたが昔そうして欲しかった姿なんですよ。味方して欲しかった姿を今度はあなたがお嫁さんに対してするのよ。そうするとね、息子はね、なんでおかんはさ、あいつの味方ばっかすんのよって言うかもしれないけど、心の中で喜んでんだよ。お嫁さん、あなたも自分があの姑の姿になるんだと思ったらね、お母さん大事にしなさい。姑さんをたまにでいいからお互いに我慢してご飯食べても行きゃいいじゃん。お互いがね、息子を大事にするんじゃなくって、お嫁さんはお姑さんを、お姑さんはお嫁さんを大事にしてるとね、息子が幸せになるの。私はね、前に息子の嫁にお母さん孫可愛いでしょって言われた時にね、お母さんは孫よりあんたが一番可愛いよって言ったの。だからどうしてって嫁が聞くのね。だってさ、孫ってあっち行っちゃうじゃないよ。大きくなると外に出て行っちゃうじゃない。でもあんただけは息子のそばにいてくれるよね。だからお母さんはあんたが一番可愛いよって言うの。だってそう思うもの。私は息子が死ぬまで一緒にいられないし、息子も一緒にいられたら困るよね。で、嫁はああそうかって思ってくれるよね。私はこの人のそばにいる。だから私は息子にも本当お前はいい嫁もらったよねっていうの。それはね、ある意味もう親じゃなくなってるのかもしれない。親だったら独り占めしたいよね。でもさ、年取っていったらさ、いろんないらないものをそぎ落としていくでしょ。いっぱいいろんな洋服もいらないよね。ご飯もほんの少しあればいいよね。それと同じようにね、子供たちへの欲も少しずつそぎ落としていくのよ。あ、ここは私ではないと。特に離れて暮らしてるとね、もう子供たちは子供たちの家族なの。そこにあなたは入ることができない。途中から入ってもそれはすごく難しい。子供たちの家族プラス1になってしまう。それを自分に言い聞かさなきゃいけないの。それはお嫁さん、あなたもそうだよ。お互い同じ思いしてんの。箸の上げ方がおかしいとか、料理の仕方がおかしいとか、当たり前じゃん。育ったところが違うんだからさ。そう思ったら
そうお母さん私ごめんこういう風な育ち方したのよとか、ああごめんお母さんこうだったのよって許し合いなさいよ。あんまり長くなっちゃうと聞いてる方がちょっと飽きるかもしれないね。また次の回で会いましょう。今日はとにかくお姑さん欲をそぎ落としなさい。お嫁さん何十年か先の姿がお姑さんだよ。分かってね。よかったらチャンネル登録お願いします。コメント欄もお願いします。寂しい人、辛い人、悲しい人、嫁、姑、娘、息子に限らず、コメント欄に寂しいです、連絡欲しいですって書いてください。私は何か方法を考えて、あなたを直接、夜中でも何でも連絡取る方法を考えます。わかりましたか？みんな大好きだよ。愛してるよ。じゃあね。